皆さんこんにちは、夏です。お久しぶりです。ですね、前回の動画を出したのが確か去年の暮れ、確か12月ぐらいだったと思うんですけど、それから半年が経ってしまいました。ちょっとしばらく動画が出せずにすいませんでした。気になっている方もありがたいことにメッセージいただいたりとか、まだ動画まだなのとかっていう声もいただいたりとかしたので、ちょっと今回調整が先日終わったので、その報告の動画を撮りたいと思います。この前の調整がなんとですね、私が歯列矯正を始めたのが、2022年の7月からなので、そこから数えて満3年が経ちました。拍手なのかももう分かんないんですけど、もう当初はね、1年半から2年で矯正は終わりますっていうカウンセリングでお話があったんですよね。なので私の気持ちとしては、1年半2年ではもう終わってるんだろうなと思っていたので、1年前には終わっているつもりでした。なんですが、今現在3年が経過した現在でも、私はこの器具たちと日々生活を共にしていて、でまだまだいつ終わるかっていう話にはなっていません。ですね、前回と同様歯の状況もお見せするんですけど、その前にいいニュースと悪いニュースがございますどっちが先がいいかな。いい方からいきましょう。先生の方から歯列矯正、もうほぼほぼ歯の隙間が閉じているので、下の右の下4番目抜歯されているところのこの隙間に関してはもう完全に閉じたんですよ。やっと閉じたので、他の3箇所は未だに空いてるんですけど、それでも動きとしては悪くないから、もう最終段階に入りますということで先生からお話がありました。その最終段階ってやらがどういう風な治療になっていくのかっていうのを聞けばよかったんですけど、そこの詳細は聞いていないので、ただ先生としてはそういう微調整、最終的な微調整をするっていう治療に入っていきますということでお話がありました。今年中で終われたらいいなと思うんですけど、去年ちょうど1年前の動画でもこんなこと言ってた気がしてちょっとまだわからないんですけれども、歯列矯正のその調整の段階としては最終段階に入ったということでお話がありました。はい、後で動画も見せるんですけど、もう隙間がだいぶ小さくなっています。はい、それが、治療のお尻が見えてきたかなっていうちょっと嬉しいご報告でした。ですね、そんでバッドニュースはなんと虫歯が発見されました一番恐れていたことなんだけど、私のね、もちろん自己責任でもありますよ。もちろん自己責任でもっていうか自己責任ですよ。たださ、私の通ってるその歯列矯正の歯医者さんっていうのは歯列矯正専門の歯医者さんなんですよ。なので歯の治療っていうもの、そういう虫歯治療とかっていうものは一切行っていないんですけれども、毎月通ってるじゃないですか。でその毎月の
なんていうのかな、調整のタイミングでワイヤーを全部取って、その歯と歯の間のクリーニングだったりとか、普段こう行き届かない場所のお掃除とかもしてくださっているんですよ。なのでなんか私としてはなんていうのかな、見てくれてるのかなって思ってたんですよね。この歯ちょっと虫歯なりそうだよとか、なんかそういうちょっと怪しいものとかがあればなんか言ってくれるのかなって思ってたんですけど、今回受けた調整の前、ちょうど調整に行く1週間ぐらい前かなにね、歯がね、奥の歯がね欠けたの。先生に見てもらったんですけど、虫歯になってるねって言ってたの。虫歯が原因でその歯がちょっと欠けちゃったっていうことがあったみたいで、なんかかける前になんか気づかなかったのかなとか、私もねもともと分かってたので、その虫歯治療しない医員さんっていうことでね、だから他の医院さんでも定期的に見てもらうっていうことをしておけばよかったんだけど、なんかこう歯医者さんだし、なんか怪しいものがあったら教えてくれるのかなっていう勝手な期待をねしていたもので、まさかこうかけるまで気づけなかったっていうことがあって、来週かなに別の歯医者さんの予約を取りました。これは虫歯治療の歯医者さんですね。その予約を取ったので、そこで治療が始まります、なのでちょっとその治療がどれくらいかかるのかとか、それによって歯列矯正の調整がまた長引くのかとか、そこはちょっと治療を始めてみないと、そこの新しい病院の先生のお話を聞いてみないとちょっとどうなるのかなっていうのが見えてこない部分でもあるので、まさか歯列矯正最終段階に入りますとは言われたものの、まさかの虫歯ができてますということのバッドニュースも入ってきたもので、虫歯治療を優先しないといけないのかとか、もうそれによってね長引くのかとか、ちょっと不安材料が出てきてしまいました。歯列矯正ってさ、やっぱ歯ブラシすごい大変なんですよね。なので細かくやってたつもりなんだけど、ちょっとこういう結果になってしまいました。なのでちょっと落ち込んでるんですよね落ち込んでいて、でも頑張りたいと思いますはい、じゃあ毎度のごとく歯の状況を見ていただきたいと思います。もう冒頭でもお伝えしたんですけれども、だいぶ歯の隙間はもう少なくなってきていて、右の下パッチナ4番目のバシの部分に関しては完全に閉じました。じゃあ見ていただきます。ちょっとアップになるので苦手な方は飛ばしてください。写真も載せます。こっち1、2、3、ここにありましたね。こういう感じです。こういう感じで隙間がないです。で上も1、2、3、ここが隙間なんですが、もうほとんど隙間も閉じてきています。逆がね開いてんだよね、まだ。ここしぶとい。ここは4番目。開いてますね。で上はね、こっち5番目が抜かれてるんですよ。ここ今度4番目が後ろに下がるのと同時にここも開いてきた。ここ3番目と4番目の間も開いてきています。動いてるっていう証拠なので、なんかこの4番が今浮いてる感じ、っていう感じで、そういう感じです。もう前から見たらもうこ
こういう感じでいいじゃん。前から見たらもう歯列矯正終わっていい人の歯並びじゃない。こういう感じでもうまっすぐであります。課外光合はあんまり変化ないですね。こんな感じです。それでは E ラインも見ていきましょう。 E ラインはこういう感じ見えるかな。なんか E ラインはもう本当に歯列矯正の最初の頃を思い返すと本当にね口閉じなかったんですよね。なんかって伸ばさないと、ここ伸ばさないとなんか口が閉じなかった頃を思い返すと、もうなんていうんだろう、口もう自然と、閉まるようになりました。なんか今日はねここにメガネの跡がちょっと残っちゃってるんですけど、なんかね最近妹に会ったんですよ。会った時に言われたのが、姉ちゃんなんか鼻高くなったって聞かれて、なんかね鼻は一切なんていうの、歯列矯正のみで何か美容整形とか何か外科的なメスは入っていないんですけど、なんか鼻高くなったように見えるって言われて、おそらくこの口がへこんだ分、そのなんていうの、遠近法っていうのかな、なんかその錯覚で鼻が高く見えるのかわかんないんですけど、なんかね鼻も違く見えるよって言われましたね。なんかたまに調整が終わった日とかその翌日とか結構歯の痛みと一緒になんか鼻も痛くなるんですよ。私わかる人いますかね歯列矯正してる方でこれ同感してくれる方いるのかな。なんかねこの辺とかどこって言えばいいんだろうな、この辺とかがなんか痛くなるわけ。痛いっていうかなんかすごい我慢できないほどの痛みじゃないんだけど、なんか鈍痛なんて言えばいいんだろうな、ドーンとしたなんか痛みとまでもいかないんだけど、なんか違和感を感じることとかがあって、2、3日とかで全然落ち着くものではあるんですけど、やっぱりこの歯並びのさ骨に対してのアプローチをする治療になるから、私は素人なんで何とも言えないところでもあるんですけど、おそらくこの辺のねこのつながっているというか、この近隣の骨たちにも何かしらの影響は与えてるのかなって思ったら、なんか鼻の見え方が変わってるっていうのは何かしら歯列矯正からの影響なのかなとも思います。はい、ということで、3年が経ってしまいました。こんな予定ではなかったんですけど、先生の方からもうすぐで歯列矯正終わりますとは言われてないけど最終段階に入りますということでも言われてはいるので、虫歯治療も入ってくるから、そのね兼ね合いでどうなるかは分かんないではあるんですけど、おそらく調整がこのまま続けることができればあともう少しで終われるんじゃないかなと思っています。ではまた今後もこういう形で動画を撮っていきますので、もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。